こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ピラミッドを35層まで積み上げて、そして長らく作業の弊害になっていたピラミッド内側の地形を削り終わりました。あとはもうひたすら建築材を集めて積み込むのみです。やっと企画がサクサク進むようになるのね。それはどうでしょうか。肯定しなさいよ。さて、遠出前にもう一段積んでしまいます。こちらが以前積んだ丸石ハーフブロックで、今から積むのは丸石です。見た目が同じになりますけど仕方がありません。クリーパーが爆破してくれると一目瞭然なのにね。では早速。もはや一周積むのに十数分しかかからないので気が楽です。で、この後の建築計画ですが、丸石固形石固形石レンガ、そして白樺の葉と原木の順に積み込みます。なので丸石積んだら鶴の採取が待っていて、そっちは少し気が重いです。というわけで11分でサクッと終了。10分切る日も近いわね。詳細地図の方は現時点でこんな感じです。ピラミッドは進捗 39% に達しました。で、2階拡張地図は色合いが相変わらずおかしいです。葉っぱの色が強く出ているのかしらね。さて出発前に、固形石レンガ用に丸石を精錬しておきます。丸石を積む前にやっておくべきじゃなかったの？そんな過ぎたことを気にしても仕方がありません。それより、石炭ブロックを燃料に使っていていいものでしょうか。後々響かなければいいのですが。さてあとは、リードを結びつけるフェンスの用意が必要です。そういえばダークオーク伐採した時持ち帰らなかったものね。あ、なんか違う。必要なのはこちらでした。またレシピ間違えたの。まあフェンスは廃校から採取するものなので、あまり作ることがないんですよ。あと、2000個以上の鶴を採取するのに鉄分を補給しておきます。それも丸石積む前にやっておけばよかったのに。世の中どうも過ぎたことが多いです。さて出発準備は OK、行きましょうか。目的地は道路の木の少し先の湿地です。というわけで到着しました。ここから永遠と鶴を採取するのね。作業を始めてみたものの、やっぱり鶴は葉っぱのようにハイスピードでは壊せません。せめて固形石だけは、自然生成されるジャングルかメガタイガで集めたかったのですが。おお、いつものイベント発生です。もちろんどうせ逃げられることはわかってます。でもひょっとすると次こそはと期待せずにはいられないです。そんなことしてるから鶴採取に時間がかかるのよ。久々に行けそう。うおったー。おかげでちょびっと経験値を稼げました。ほぼ意味がなかったわね。さて作業開始から30分少々経過したところで、ようやく必要な数の半分の鶴を回収しました。つまり倍の1時間ほどの作業になるのね。そのようです。ちなみに今手持ちの鶴を全部どこかに貼り付けて伸びるまで待ったら、2倍になって必要数が揃うわけなのですが、結局ハサミで回収する時間を省けないのであまり意味がないんです。素直に木から伸びている鶴を回収した方が早いってことね。さて、ようやく終わりました。さすがにしんどかったです。ちなみに今回、ラバのおかげでアイテム欄には余裕があるんです。おかげで途中で拾ったゾンビ肉も回収できました。捨てられない病が再発したのね。無理に治そうとするより、病気と付き合って生きていく姿勢が大切なんです。さてピラミッド拠点に戻ってきました。早速固形石の準備です。とまあその前に、石の精錬の方は予期していた通りであまり進んでいません。まあかなり離れていたし、精錬は止まっていたようね。ともかく、サクサクと固形石を積んでしまいます。ところで固形石って、地図上の色は当然少し緑がかかりますよね。そうかしら。少しは緑っぽくなってくれないと、
ツルを苦労して集めて苦労してクラフトした苦労が報われません。きっちり丸石と同じ色ね。想定した通りです。一辺でぴったり4スタックです。この層から16スタックで足りるようにってあれ？一体エンダーチェストはどこへ？正解はプレイ時間で1分後です。つまり拠点往復で2分のロスになったのね。さて、ピラミッド南側まで建築したところです。ここにあった仮設置チェストもようやく撤去完了しました。残った仮設置チェストはあの下に3つ。そして砂漠のところに1つです。あと拠点のすぐ近くに2つあったわね。最盛期には21個の仮設置チェストがあったことを考えると、随分と衰退したものです。さて、多分石の精錬が終わってないのでいつもより長くここで一休憩です。そして案の定というか、精錬完了待ちで20分以上ロスしてしまいました。結構長くかかったわね。ツルを採取しに遠出するときアイテム欄の空きがあることは分かっていたので、精錬材料を持っていくべきだったんです。ゾンビ肉回収して浮かれている場合ではありませんでした。やっぱり浮かれてたんだ。では、もはや地図上では丸石の色になると確信している固形石レンガを、なんと、9分で積み終えてしまいました。案外10分切りが早かったわね。続いて白樺の葉の層に、というかその下準備の松明設置にかかります。これが、なんと16分ほどで完了。早いわよ。前は30分近くかかってなかった？事前に松明を必要な分だけクラフトしてたので、無駄がなかったんだと思います。ただそれだけではこの時間短縮を説明しきれません。不思議です。松明つけては小休憩してたのが累積していたのかしらね。さて葉っぱの層を積み終わったら、ラバたちに異変が。なんと、久々にリードが切れていました。最近ずっと懐いていたのに、何がいけなかったのでしょうか。で、ついに白樺の原木を積む日が来ました。これまで5層ごとにアカシア、松、オーク、ダークオークと積んで、ここで白樺を積むわけです。つまりこのままのパターンでは、もうジャングルの出番がすぐそこに来ているんです。いよいよ切羽詰まってきたわね。それはともかく、この40層目を積み終えたら、ピラミッドの進捗は 42.8% にもなります。ワンスタック余計に持ってきていたのか。何をやっているんだか。まあともかく、建築自体は結構順調に進んでいるということです。ここまではね。さて拠点に戻って、42.8% のピラミッドはこんな感じで、夜が更けてきたのでもう寝ます。寝ると言って一発で寝れないと少し気まずいのよね。そして、日をまたいでゲーム再開したところです。ついに世間で恐れられていた事件が起きたようで、この時ランチャーで、まだ見たことがないバージョンを確認いたしました。恐れていたのはまた時代に置き去りにされるテリーだけでしょ。なんでピラミッド完成間際まで待ってくれないんですか。待つわけないでしょうに。さて、世間はバージョン 1.9 だそうですが、1.8 に隔離された私はジャングル探しにいよいよ挑みます。バージョン上げてもいいのよ。単に増えたブロックに合わせてピラミッド組み直せばいいじゃない。決して単にじゃないようです。4万ブロック以上です。なおこの後の建築計画ですが、ジャングルまでの3層はハーフブロックにすることにしました。この3つのハーフブロックを積み込んでしまえば、残りのハーフブロックがネザー水晶3のものだけになるんです。さて今回はここまでです。次回はレンガの材料の粘土をかき集めつつ遠征ルートを踏破して、ジャングルを見つけ出し、そして発見炭のメサから赤砂をかき集める、という流れになります。悪い予感しかしないけどね。そこは計算づくです。斧は今、ジャングルの原木を回収できるほどに耐久ゲージがありません。つまりこの斧を持っていけば、ジャングルが無駄に見つかるんです。
というわけで次回も頑張っていきます。やっぱり悪い予感しかしないわね。それではまたね。バイバイ。